では今回ね、小本。今日から台場だった本入りますが、はい。台場だったって何ですのって話ですが、古代インド人の名前ですね。台場だったさん。台場だったさん。台場だったさんを漢字に当てはめたらこういう漢字になるってことですよ。はい。台場だったさん、ものすごい悪人でございましてねって話ですね。悪人だったさん。悪人だったさんでございますが、はい、悪人の代表として法華経は出てきますが、まあ、実際にいたとされる人物ですよね。釈尊のいとこと言われてますわな。いとこ。いとこで弟子だった。はい。その弟子がなんで悪人なのか、釈尊を殺そうとしたというね、とんでもない悪人でございますわ。やばいね。なんでそんなことになったんだと。はい。まあ、これを学ぶことで何が大きく変わるかって、悪人に対する見方が変わるっていうことですよね。大事な視点ですよね。そんなこときれい事だろうと俺は思いましたよ。そんな俺がなんでこんな確信持って話してるのか、内容に行きましょう。はい。台場だった本第12、悪人成仏禅の勝利の偉大な証明。斎藤長い北中米歴訪1996年6月から7月、本当にお疲れになったことと思います。アメリカ、キューバ、コスタリカ、またバハマ、メキシコと世界を結ぶご行動はまさに法華経の実践そのものだと感動しました。遠藤、体制や気候、文化などあらゆる違いを違いとして尊重しながら、平等の人間対人間の次元で対話を促し、人々を結びつける。これが法華経ですね。須田、諸法実相も多様な諸法の平等な実相を感じるということです。それを論じたり口で説くことは簡単ですが、実行するとなると大変です。言わんやそれをグローバルなスケールで実行することは。池田、関心ばかりしていないで青年が後に続いてもらいたい。コスタリカのフィゲレス大統領の父君は軍備を撤廃した大統領として有名です。そのモットーは限りなき闘争だったという。若き日から自分の農場にもこの言葉を掲げて前進したのです。言わんや私どもは仏法者です。仏法は勝負です。限りなき闘争です。善と悪、発祥と無明、幸福と不幸、平和と戦争、建設と破壊、調和と混乱、それらの永遠の闘争が人生と社会の実相です。否、宇宙の実相なのです。だから戦うしかない。だから勝つしかない。仏の別名は勝者というのです。斎藤、釈尊の一生も絶え間なき大闘争の一生でした。仏教は仏像などの印象の影響もあるのか、静かで平穏なイメージで受け止められていることが多いようです。しかし実際には釈尊の生涯は波乱万丈であり、激烈な闘争の連続でした。池田、そうだね。その大闘争によって鍛え抜かれた境外が、海が苗だように静穏なのです。周囲が何を騒ごうとも築き上げた精神世界は誰人にも満たされない。晴れやかな久遠願上の風光が常に燦然と輝いているのです。須田、そういう釈尊の大闘争のうち最も有名なのが台場だったの反逆です。これは外からの迫害と違って教団内部からの事件であり、それだけ深刻でした。反逆者が権力者アジャセ王と結託して釈尊を亡き者にしようとしたのです。内部から起きた事件ってことでね。ひど事ではございませんたちですね。敵は身内にありと。怖い。いわゆるこの人も当時で言えば幹部みたいな人だったみたいなことだよね。なるほど。善人かと思いきやみたいなね。嫉妬に狂って、ブルータスお前もかみたいな。そうですな。それの武教版。一言ではございませんってことです。遠藤、台場だったはまさに悪役の代表ですね。悪逆の台場と呼ばれ、悪いといえばこんなに悪い人もいません。その大悪党が成仏するというのが法華経の台場だった本です。ある意味でこれほど不思議な訪問はないかもしれません。斎藤、台場本ではこの悪人成仏とともに龍女の成仏という女人成仏が説かれています。悪人も女人もそれまでの仏教では仏になれないとされてきました。
いわば常識を覆す説法であり、一切主張を成仏させるという法華経の特徴が劇的に表現されている本と言えます。なんでこの台場だった本に女人成仏が書かれてるのかなっていうのはもうそれ悩まされましたね、僕は。悪人成仏と女人成仏が一緒の本で説かれてるっていうのがどういうことなのかなってすごい、題目しながら考えましてね。それも僕なりに出た確信というかっていうのも含めて、徐々に話させていただけたらなと思いますね。はい。須田、日本で古くから法華経が人々に親しまれてきた要因の一つにもこの台場本があるようです。例えば平安時代に朝廷なので法華発行、法華経発巻を朝夕1巻ずつ4日間で講義する法会の儀式が広く行われましたが、台場本は特に尊重され、台場本がある第5巻の講義の日は特に盛況であったと言われています。池田大聖人はその第5巻について、第5の巻に即身成仏と申す一経第一の漢人ありと仰せられている。もちろん重要な本は他にたくさんあるけれども、大聖人が一経第一の漢人と言われたごとく、この本に即身成仏が説かれていることがポイントです。あらゆる人を成仏させるのだというのが法華経の心です。人々にとって訪問以上に切実なのは自分が成仏できるかどうかということです。台場本はまさにその問題に端的に答えを示している。釈尊の殺害を図り教団を分裂させた極悪人の台場だった。また世間から差別されてきた女性であり、その上畜生の身である龍女、この2人は当時の常識からすれば成仏から最も遠いと考えられていた存在でしょう。その台場と龍女でさえも成仏できると説くことは、この世で成仏できない存在はないということを示しています。台場と龍女の成仏という具体例を通して、そのことが観念ではなく実感として人々に受け止められたと言えるでしょう。台場本が親しまれてきた理由もそこにあるのではないだろうか。源氏物語の著者紫式部も台場本の講義を聞いて、悪人女人成仏の法理に触れた感激を和歌などに記しています。斎藤大聖人は台場だったと龍女の成仏を二課の官業と言われています。二人の成仏を解き法華経の偉大さを示すことによって釈尊滅後の法華経愚通を菩薩たちに進め諌めているということです。悪人と女人とは要するに一切の凡夫ということになります。二人の成仏は一切主情を成仏させる法華経の力を示しています。その意味で二人の成仏を解くことが法華経愚通の勧めであり諌めとなるわけです。遠藤一切主情の成仏については理論的には方便本を中心とする諸本で解き終わっています。したがって台場本は法理的には方便本の使用であると大聖人は仰せです。池田、そう。しかしそれにもかかわらず二人の成仏を解いたのは強い啓発力があるからでしょう。台場だったは釈尊に徹底して背いた男です。善に背くのが悪ですから、仏に背いた台場だったは悪人の典型です。その成仏を解くのだからインパクトは大きい。また龍女の成仏は女人の成仏であるとともに即身成仏である点が重要です。つまり凡夫の身を改めずに成仏できることを強く印象づけているのです。ここではそのうち前半の悪人成仏を論じてはどうだろうかということで、一旦悪人についての悪人成仏についての話をこれからさせていただくところですね。はい。続いていきましょう。はい。嫉妬で身を滅ぼした台場だった。斉藤、はい。実際に台場だったとはどういう人物だったのかということから入りたいと思います。この点については池田先生が小説新人間革命第3巻のブッダの章で詳しく描いておられますので、ここでは概略にとどめたいと思います。須田、台場だったについては多くの伝承があり、生まれについても釈尊の異母弟とするものやいとこであるとするものなどがありますが、どちらかといえばいとこという伝承が多いようです。いずれにしても台場だったは釈尊より若く、釈尊の浄土後15年頃に出家したと考えられています。
一般的には30で浄土者って言われてますんで、釈尊は45歳頃はい。に出家した大婆だったっていう感じのイメージってことですよね。初めは釈尊の弟子として真面目に修行に励み、才能もあったので教団の中で次第に注目される存在になりました。しかし後になると後ろ盾を求めてアジャセ王に近づき、釈尊に代わって教団全体を統率しようとの野心を抱くようになったと伝えられています。遠藤、御所に八幡宝像を胸に浮かべともあるように秀才だったようですが、かえってそのために慢心したのかもしれません。頭は良かったって感じですかね。うーん。池田、知識は善人を一層善人にし、悪人を一層悪くするものです。彼の王帝の一年が信仰者の一年ではなく野心家の一年だったのではないだろうか。信仰者とは自分を支配しようとする人間です。野心家あるいは権力者とは他人を支配しようとする人間です。信仰者は自分が動き自分が苦労し自分と戦う人間です。権力者は人を動かし人に苦労をさせ自分を見つめない人間です。大婆だったは慢心のためか自分で自分を見つめられなくなってしまった。結局信仰者としての軌道を踏み外してしまったのです。須田、晩年の釈尊に対し大婆だったは教団の統率を自分に譲るように求めました。挙げた理由は釈尊の老齢です。釈尊が拒否しても彼は3回も同じ要求を繰り返したと言います。これらについては多くの文献が一致しているのでほぼ歴史的事実とされています。意味わかりますこれ。はよどけと、その席を私に渡せとっていうことを言ったことですよね。3回も。3回も。池田、どんなにもっともらしいことを言っても結局大婆だったにとって宗教も自分の野心のための手段だった。この時の言動によって大婆だったの醜い一年ははっきりする。斎藤、この時釈尊から人の椿を食らうアジャセ王に取り入ってその庇護を受けていたことを指すと免罵された大婆だったは反逆の心を固め教団から去っていきます。そこですごいと思うのは釈尊が直ちに大婆だったが今や悪心を抱いていることをいち早く皆に伝えるよう弟子たちに命じていることです。池田、大婆だったにたぶらかされる人を一人も出してはならないという責任感です。悪人は明確に悪人であると示していかなければならない。中途半端な対応では皆が迷ってしまう。また戦いにはスピードが大事だ。優柔不断で決断しないのではその間に間に食い破られてしまう。またなぜ大勢の人間の前で叱ったかというとそうしなければ皆がわからないからではないだろうか。大婆だったは皆の前で恥をかかされたと思ったとされているが、そう感じること自体もはや謙虚な弟子の心がなくなっていたことを示している。ちっぽけな自尊心の方が求道心よりも上回ってしまっていた。あるいは釈尊は彼にその前から誰もいないところで注意を与えていたのかもしれない。それでも変わらなかったので皆のいるところで叱ったのかもしれません。須田、釈尊に敵対する心を固めた大婆だったはその後アジャセ王をそそのかし父のビンバシャラ王を殺害させて王位につかせます。あるいはビンバシャラ王の方から王位をアジャセに譲ったとの説もあります。そしてアジャセ王の権力を使って刺客を放ったり悪像をけしかけたり、最後は自ら大石を釈尊めがけて落とすなど仏を亡き者にしようとありとあらゆる策謀を図りました。しかしそれらの企ては全て失敗してしまいます。ね、今のところ読んだだけでもめちゃめちゃやなって感じだけど、やっとんね。アジャセ王っていうのは当時のその地域の、権力者ですよね。最高権力者みたいな人、王ですから、そこに取り入ってなんか庇護を受けてたというようなことを、弟子たちがたくさんいる前で、それ叱責されたみたいな。それについてこの人がたくさんいる前で恥かかせたなっていうので、完全にブチ切れたというか、なんつうのスイッチが入ったというか、これで殺したるみたいな感じになったんでしょうね。恐ろしい話ですが、嫉妬の心をそして恥かいたみたいなことで、でアジャセ王の父親ビンバシャラ王
実質で言えばその人が最高権力だったっていう中で、その父親を殺せとアジャセオをそそのかして、アジャセオの父親は殺され、そして最高権力者はアジャセオになったと。そして最高権力者になったアジャセオの権力を使って、資格を使って殺させようとしたというかね、シャクソン、そういうことをやったり、悪像をけしかけたっていうのは当時の世界観が出てんなって感じだけど、すごいね。像を、暴れる像みたいなのを、まあインドだからそれで、殺させようとしたというか、うん最後は自ら石を大きい石を、昔はね、その説法の場所はその山のてっぺんみたいなところって言われてるんで、そこにシャクソンが行こうとしているところで、上に待ち構えていたダイバダッタが来たっていう感じになって、こう、でかい石を落とそうとするというね。インディ・ジョーンズの世界やないか。あすごいな。それで足の指に当たって血が出たっていう話がありますけどね。とにかく血を流させたわけですし、殺そうとした。だがそれらの企ては全て失敗したってことでは池田、仏の境外はどんな権力も策謀も犯すことはできない。そのことをダイバダッタが雄弁に証明してくれたわけです。大商人の場合も同じであった。鎌倉幕府の強大な権力をもってしても、結局大商人お一人を倒すことはできなかった。